息子さんが食べたお代、11万円支払ってください。突然高級な寿司屋から電話がかかってきて、私に向かって怒ったような口調でそんなことを言ってきた。私の息子はまだ0歳ですが。私の話が正しいことを証明するために家族で寿司屋に行くと納得してくれたが、それでも私の息子の名でツケをした何者かがいるという。私はその人物に心当たりがあり、問い詰めると彼女はボロボロと涙を流しながら自分がずっと隠していた思いを吐き出し始めた。私は森田静江。昼は派遣社員として会社で事務をして、夜にはビルの清掃のアルバイトをしている。なぜこんなことになっているのかというと、私の父の借金の返済のためだ。借金を返していくためには、どうしても昼に働いているだけでは足りないのだ。そんな風に借金返済に追われながら生きてきた私は、今年で35歳になる。しかし、20代の頃から寝る間も惜しんで必死で働き、疲労とストレスがたまる生活を続けていたせいか、どうにも実年齢よりも老けて見られることが多い。昨日も一緒に清掃のアルバイトをしていた人に、40代かと思ったわと失礼なことを面と向かって言われてしまった。でももうそう言われることにも慣れてしまい、ことを荒立てずに笑ってかわすように心がけている。それが私がこの世の中で上手に生きていく方法なのだ。そんな風に思っていたある日、事務として働いている会社に青山さんという24歳の男性が入社してきた。そしてその若くてエネルギッシュな彼の教育係として私が選ばれてしまった。一派遣社員に任せて大丈夫なのかと私自身は思ったけれど、それだけ評価されているということだろうかと自分を納得させて、よろしくお願いしますと私に頭を下げる彼に、慌ててこちらこそと返事をした。最初は自分が教育担当なんてと思っていたけれど、始めてみると案外できるもので、青山さんも最近の若い人には珍しく仕事熱心な人だったため、教えたことを着々と吸収していってくれた。当然私は教育係として青山さんと2人で行動することが増え、仕事の話以外にも何が好きなとか、最近こんなことをしたという話をすることも多くなって、お互いに信頼できる仲になっていった。そして仕事でイレギュラーが重なり、青山さんと2人で残業をしていた時のこと。私はつい気を緩めてしまい、父の借金を返済するために夜に清掃のバイトをしていることをポロッと話してしまった。しまったと思った時にはもう遅く、青山さんは私の話に目を見開いて驚いていて、どうしようかと迷っている私を見つめて口を開く。森田さんがお父さんのためにそこまで自分を犠牲にするなんておかしいですよ。そう言って今私が置かれている状況について苦い顔をしながら気遣ってくれた。私は今まで誰もこんな話を聞きたくないだろうと思って、父の借金のこともそれを返済するために自分が働き続けていることも打ち明けずにここまで来た。そのせいか青山さんが私の話に耳を傾けて悔しそうな顔をしてくれたことがとても嬉しくて、胸の奥が温かくなる。父の借金は自分で立ち上げた会社の事業に失敗してできたものなの。失敗してしまったけれど、私たち家族を養おうと父なりに精一杯考えてしたことなのよ。だから私はできる限り家族として支えていきたいと思ってるの。森田さんってとても優しい人なんですね。なんていうか優しすぎる気もしますけど。青山さんはそう言って眩しい笑顔を私に向けてくれる。私は今この時間を過ごせただけで今までの苦労が少し報われたような気がしていた。そんなことがあった数日後、私は青山さんから食事に誘われた。これまで指導してもらったお礼だと言って連れて行かれたお店はとてもおしゃれで、お客さんは若い人ばかりでなんだか尻込みしてしまった。でも青山さんと食事をしながら話をしていると、なんだか自分まで若返ったような気がして、とても楽しいひとときを過ごせた。
さすがにお礼って言われても若い子に全部出させるのは悪いよね。そんなことを思いながら食事を終えて会計の話をしようとしたとき、青山さんは突然私の手を優しく掴んだ。あまりに突然のことに困惑していると、青山さんはまっすぐ私の目を見つめて、好きです、付き合ってくださいと言った。まさか10歳以上も年下の男性に交際を申し込まれるなんて思ってもいなかった私は、返事に戸惑ってしまい、彼を見つめて固まってしまう。そんな私に彼はニコリと微笑んで頬を染める。僕の勘が間違ってたら申し訳ないんですけど、年齢のこと気にしてますか？もしそうなら何も心配しなくていいですよ。たとえ何歳だろうと関係なく、僕はきっと森田さんに、静江さんに恋をしていますから。私は青山さんのこの言葉に耳まで真っ赤になってしまったけれど、それと一緒に彼の真剣な気持ちが伝わってきて、その場で交際を受け入れることにした。付き合い始めてすぐの頃はやっぱり夢だったんじゃないかとか、私は騙されているんじゃないかとか考えていたこともあったけれど、すぐにそれを感じないどころか、年の差だって感じなくなるほどに順調に交際を続け、1年も経たずに彼は私にプロポーズしてくれた。ちょうど父の借金返済が終わったという報告をした直後のことで、彼は私の肩の荷が下りるのをずっと待ってくれていたのだと思う。こうして私はもちろん彼のプロポーズを受け入れて、結婚してすぐに妊娠していることが分かったこともあり、仕事を辞めることにした。私自身は何かしらお腹の子に負担になりすぎない程度に仕事を続けようと思っていたけれど、そう相談した時に彼は微笑みながらゆっくりと首を横に振った。静江は今まで苦労してきたんだから、少しゆっくり過ごしてみてもいいと思うよ。少なくともお腹の子が生まれて小学生に上がるくらいまでとかさ。そんな高幸さんの言葉に背中を押されて、私は今までできなかった分、ゆったりとした時間を過ごさせてもらった。それが良かったのか、無事に生まれてきた男の子に私たちは勇気と名付けて、絶対にこの子と幸せになろうと決めた。そして勇気が生まれて数ヶ月も経たないうちに、高幸さんに転勤の話が持ち上がった。高幸さんは子供が生まれて間もないからと渋り続けたらしいけれど、高幸さん以外に頼める人がおらず、しかも転勤先が彼の地元だということで押し切られてしまったらしい。私にゆっくり過ごしてほしかったのにとつぶやいた彼に、もう十分休ませてもらったよと笑いかけ、二人で勇気の面倒を見ながら慌ただしく引っ越しの準備を進めた。こうして私たち家族は高幸さんの地元へ、さらに高幸さんの実家の近くに引っ越すことになった。高幸さんが転勤の話を両親にした時に、とても喜んで近くに住むことになったら孫の面倒を見ることも手伝うと申し出てくれたのだ。私も何度か高幸さんのご両親と会ったことがあったけれど、本当に心優しい人たちで、孫の勇気のこともとても可愛がってくれて、時折地元の食品を送ってくれることもあった。せっかく言ってくれたのだからと、高幸さんと話し合い、私たちは高幸さんの実家の近くに引っ越したのだった。そして話通りに高幸さんのご両親が勇気のことを見ていてくれる環境になったため、私はスーパーのパートとして短い時間だけ働くことにした。別にお金に困っているわけではなかったけれど、若い頃から働き詰めだった私は、ゆっくり過ごす時間も楽しかったけれど、働いていないと落ち着かない気持ちもあった。高幸さんに相談すると、笑いながら、静江が大丈夫なら構わないと賛成してくれて、高幸さんのご両親にも頼らせてもらって、また働けることになり、私は少しワクワクしていた。パート先は近所のスーパーに決めて、勇気に何かあってもすぐに帰れるようにした。パートさんは40代や50代の主婦が多く、ほとんどが親切にしてくれて、まだ仕事になれない私を助けてくれた。でもそのパートさんの中でも山下さんだけは苦手だなと思う。彼女は初対面にもかかわらず、私の容姿がパッとしないことに対してズケズケと指摘してきたのだ。まあ、あなたそれはダメよ。私たちの世代はね、
地味な服を着たら余計に老けて見えるわよ。バッグや靴も高級感のあるものを持たないと。今度お店紹介してあげるわ。こんな風に自己紹介代わりにとんでもない話をされて、私は数秒間口を開けて固まってしまったことを今でも覚えている。後から他のパートさんに聞くと、山下さんは私よりも年齢が上だったけれど、あの話しぶりからして私を自分と同世代だと勘違いしているらしい。でもこれもいつものことだったし、今更本当の年齢を伝えても若さを自慢していると変に誤解されそうだったので言わないことに決めた。ことを荒立てないのが私の生き方だからね。そう自分を納得させて、そのためにできるだけ山下さんと関わらないようにしていたのだが、彼女は私が笑顔で話を聞いてくれると分かると、高校生の息子さんの自慢話ばかりしてくるようになった。どうやら山下さんの息子さんはこの辺りでは有名な私立高校に通っているようで、山下さんは私に会うたびに優秀でイケメンな息子なのよと誇らしげに話してきた。もう同じことを何度も聞いているけどと心の中で思いながらも表情には決して出さない。山下さんの自慢話が始まるたびに私は笑顔を作って話は適当に聞き流すことが増えた。そして山下さんは自分が話して満足するとご機嫌になってさっさと帰っていく。私が彼女に話したのは旦那と息子の勇気と3人で暮らしていることくらいだろうか。でもそれはこちらにとっても好都合だった。私の経験上、ああいう人に自分の個人情報をベラベラ喋ってしまうと何が起こるかわからないから。そんな風に山下さんや他のパートさんとうまく付き合いながら楽しく仕事をしていたある日、仕事が休みだった高幸さんがわざわざパート終わりに迎えに来てくれた。仕事も休みだったので、私服姿で現れた高幸さんに驚いていると、母さんに買い物を頼まれたからと照れたように笑った。私はどっちが建前なのかは聞かずに、嬉しさと気恥ずかしさが織り交ざった不思議な感情を抱きながら、頬が熱くなるのを感じていた。パートが終わって店の前で待ってくれていた彼の元に行くと、私を気遣って荷物を持ってくれて、それにさえも少し照れてしまう。久しぶりに2人だけで歩く商店街は、付き合いたての頃のデートを思い出させて、2人で顔を見合わせて笑ってしまう。その時、後ろから自転車に乗って去っていく山下さんがこちらをちらっと見たことに気がついて、ペコッと頭を下げた。山下さんは少し怪げな顔をしていたけれど、高幸さんが童顔で親子のように見えることを変にでも思ったのかなと、あまり気にしないことにした。ただ今は高幸さんと二人きりの時間を楽しむことの方が私には大切だった。それから数日経ち、私もパートが休みで高幸さんと勇気とまったりと過ごしていたある日、昼過ぎに突然私のスマホに見知らぬ番号から電話がかかってきた。恐る恐る電話に出ると、相手はこの辺りでは高級な寿司屋の大将だそうで、電話口でも怒りが伝わってくる口調で私に向かって話してきた。今日支払う約束でしたよね。息子さんが食べたお代の11万円支払いに来てもらっていいですか？怒りに満ちた寿司屋の大将の言葉に、隣で聞いてくれていた高幸さんと顔を見合わせてきょとんとしてしまう。何も言わない私にさらにイラついた様子で話しかけてくるので、私は怒鳴られる前にと思って慌てて口を開いた。うちの息子はまだ0歳なんですけども。私の声色でこちらも戸惑っていることを察してくれたのか、しばらくお互い無言だったけれど、信じてもらえなかったら困ると思い、今からそちらに伺いますと言って電話を切った。そして話を聞いてくれていた高幸さんも一緒に来てくれることになり、私たちは勇気を連れて寿司屋へと向かった。私たちが準備中の札がかかった寿司屋の扉を開けると、そこには大将らしき人が座って待っていて、私たちを見るなり目を丸くしていた。大将は大きくため息をつきながらも、私の言ったことが本当だと信じてくれて、勇気を見て頬をほころばせながら詳しい事情を説明してくれた。大将の話によると、数日前に40代の女性と20代の男性がやってきて、高級寿司のコースを注文したらしい。そして女性は息子の勇気の名前でつけておいてと言い、私の電話番号を伝えてきたのだという。まさか
私は思い当たる人物が浮かんでしまい、大将にその女性の特徴を覚えている限り話してもらった。そしてやっぱりその女性は私の知っている山下さんの特徴と一致する。いつもならことを荒立てずに終えたいところだったけれど、私だけではなく家族や一生懸命働いている寿司屋さんまで巻き込んだこの仕打ちに腹が立ち、山下さんにもきちんと話を聞くことにした。そして翌日、私はパートの帰りに山下さんを呼び止めて近くの喫茶店に入り、昨日の寿司屋での出来事をそれとなく話してみた。はじめはしらばっくれていた山下さんだったけれど、私がほぼ山下さんだと特定しているような素振りを見せると、突然目を泳がせ始める。そして何も関係ないなら今から一緒に寿司屋に行って確認してみましょうよと畳みかけると、山下さんは慌てて自分がしたことを話し始めた。昨日の大将の話だけでも分かってはいたけれど、やっぱり山下さんは私の息子の名前を使ってあの寿司屋での支払いをつけにしていた。どうしてそんなことをしたのか尋ねると、山下さんは私が息子と仲良くしていたのが羨ましくて許せなかったと話した。山下さんは普段あんなに息子さんの自慢をしているのに、実際には親子関係は最悪なのだという。山下さんの息子の和弘くんは学校では優等生ではあるけれど、家では母親である山下さんと口を聞くことはなく、寂しい思いをしていたらしい。そんな時に静江さんの息子さんがわざわざパート先まで迎えに来て一緒に楽しそうに帰ってくのを見ちゃって、私羨ましくて、私は息子とあんな風にはできないのにって許せなくなっちゃったの。あの時の自分は嫉妬に狂っていたと話す山下さん曰く、どうにかして私と私の息子の仲を壊してやろうと考えていたのだそうだ。そこで思いついたのが、私の息子の勇気が無銭飲食をしたことにして問題にしてやろうということだったらしい。山下さんがすべて話し終えた後、私は少し申し訳なくなりながら、あの日一緒にいたのは夫だと山下さんに伝えた。すると驚いた山下さんはがっくりと肩を落として、私と一緒に寿司屋に行って代金を支払うと弱々しい声で話してくれた。私は寿司屋に電話して今から行くことを伝え、山下さんと一緒にすぐに寿司屋へと向かった。しかし寿司屋にたどり着いたところで、山下さんの手持ちのお金では支払い分には足りないことに気がついて、山下さんが大将に何度も謝って家に連絡してお金を持ってきてもらうことで手打ちとなった。それでも大将はお怒りのようで、旦那じゃないあの若い男は誰だったんだとわざわざ山下さんに尋ねた。それは私も気になっていたところだけれど、あえて聞かなかったというのに。大将の迫力に押された山下さんは、あの日一緒に食事をしていた20代の男性はママ活サイトで知り合った男性だったことを白状した。すっかり意気消沈してしまった山下さんの話では、自分の息子と近い年齢の男性と食事をすることで寂しさを紛らわせたかったらしい。そして山下さんは大将と私にママ活していたことだけは誰にも話さないでほしいと涙ながらに懇願してきた。まあ気持ちはわからなくもないかな。ママ活にまで手を出すかはわからないけれど、私も息子が離れていったら同じような虚しさに陥ってしまうと思う。私から大将にもお願いして、大将も納得してくれたところでママ活の話だけは伏せておくことを約束した。それからしばらくして血相を変えて寿司屋にやってきたのは山下さんの旦那さんと息子の和弘くんだった。二人がやってきて旦那さんが支払いを済ませても山下さんが一向に話そうとしないので、私が代わりに事の顛末を伝えると和弘くんは静かに目を伏せた。どうやら自分のせいで母親が悩んで苦しんでこんなことをしてしまったと知ってショックを受けているようだ。私が和弘くんをフォローしようとすると、彼は小さな声で母親に向かって語りかけた。母さんさ、靴紐がどうだとか、制服のネクタイが歪んでるとか、何でもかんでも俺に構ってくるでしょ。俺もう高校生だし、そんな風に構われるのが子供扱いされてるみたいで嫌だったんだ。でも俺母さんのこと嫌いだなんて思ったことない。勘違いさせてたなら本当にごめんなさい。和弘、そうよね。あなただってもう小さな子供じゃないものね。母さんこそ本当にごめんなさい。ようやく息子さんと目を合わせた山下さんは、
大粒の涙を流していた。そんな母親を見た和弘くんは気恥ずかしそうに目をそらしながらそっとハンカチを手渡していて、私は思わず笑みがこぼれてしまった。それから数日後、私はあの寿司屋から山下さんと和弘くんが一緒になって出てくるのを見かけた。思い切って話しかけてみると、息子と2人でランチしてたのと、山下さんは満面の笑みで答えてくれた。和弘くんはあの件以降、家でも学校のことを話してくれるようになり、休日にはこんな風に一緒に出かけることもあるそうだ。私に話しかけられた和弘くんは少し恥ずかしそうに目をそらしていたけれど、どこか嬉しそうにも見える。そうして私に頭を下げて去っていく2人の後ろ姿はとても幸せそうに見えた。私はというと、今でも優しい夫の高之さんと可愛い息子の勇気と穏やかに暮らしている。だけどいつか勇気も和弘くんみたいに私を鬱陶しいと思う日が来るのかしら。でももしそんな日が来てもきっと大丈夫だ。それも勇気の成長だとちゃんと受け止めて、今までのような母親と息子の関係ではなく、また新しくより良い形で親子関係を築いていけばいいだけの話なのだから。山下さん親子を見て、私はなんだか早く勇気に会いたくなり、家まで少し駆け足になった。